ちまった。完全に八つ当たりだ。優等生のやることじゃない。図星刺されて切れちまうなんて。ダッセーな、俺。優しいマネージャー様がドリンクを持ってきてやったんだぞ。監督生、グリム。悪い。飛び出したりしちまって。まったくなんだぞ。お前らが大会で優勝してくれねえとツナ缶富豪の夢がパーだ。だからエペルもおめえも早いとこ立ち直って練習に戻るんだぞ。ほんとグリムはブレないな。羨ましいくらいだ。そうかよ、デュース。なんでビルとエペルのいざこざに首突っ込んだんだ？めんどくせえことになるの俺様にだってわかるんだぞ。だよな。バカなことしたって僕も思う。でも中庭の井戸の前で出会った時からずっとエペルのことが引っかかってて、多分僕とあいつは似てるんだ。え？おめえとエペルが？顔も性格も全然違うんだぞ。うまく言えないんだが、変わりたいけど変われないっていうか、でも自分を変える方法がわからなくてジタバタしてるっていうか。くそ、エースの言う通りだ。僕はバカで容量が悪いからうまく伝えられない。悔しいな。その悔しさは青春の甘い痛みさ、ムシュースペード。どうしたどうした、元気出せよ。びっくりした。ハント先輩、アジーム先輩、どうしてここに？そろそろダンスレッスンを再開するから様子を見に来たんだ。ボールルームには戻れそうかい？僕戻ってもいいんでしょうか？ねえ、当たり前だろ。シェーンハイト先輩にも言われたけど、足を引っ張ってる自覚はあるんです。メンバーに選ばれたからには頑張ろうと思ってる。でもこのままじゃ。うぬぼれてはいけない、ムシュースペード。君たちはまだ卵の中のひな鳥も同然、殻も破っていないうちから自分の限界を決めてしまうのはナンセンスだ。美しいさえずりも山脈を飛び越える羽も卵の中でうずくまっているだけでは手に入らないよ。ハント先輩。大丈夫、私にはずっと聞こえているんだ。コツコツと硬い殻を破ろうと奮闘する君たちのくちばしの音がね。知っているかい？卵の中にいるひな鳥は殻を破るためにくちばしの先端に硬く尖った卵子という角のようなものを持っているんだ。だがヒナが持つ鋭い卵子は成長するにつれ失われてしまう。つまり私が何を言いたいかというと、君たちにも今の君たちにしかない鋭い卵子、パワーがきっとある。私はいや、きっとビルも楽しみに待っているんだよ。君たちが分厚い殻を破ってくれるのをね。今の僕にしかない強さって。ダメだ。いくら考えても少し足が速いことくらいしか思いつかない。頭も容量も良くない。僕のいいところなんて。なあデュース、お前そうやって頭でいろいろ考えちまうから良くないんじゃないか？自分がバカって分かってるのに、なんでわざわざ脳みそ使って答えを出そうとするんだよ。お前を見てると利き手と逆の手で字を書いて、俺はなんて字が下手なんだって叫んでるように見える。苦手って分かりきってることをしてダメな結果を自分に突きつけて落ち込んでるっていうか、そんなんじゃ自分のいいとこなんか見えてこないだろ。カリム君、君の瞳はいつも雨上がりの空気のように澄んでいるね。そのまっすぐさ、その無垢なる輝き、まさしくそれは君の強さだ、ロアドゥール。ん？俺今褒められてるか？サンキュールーク。カリム君の言う通りさ。デュース君、君の強さはきっと頭を使うことではないんだ。確かに
デュースが考えたアイディアって大抵ろくな結果にならねえんだぞ。エースを投げつけて俺様を捕まえようとして10億マドルのシャンデリアぶっ壊すとか。頼む。その話はもうやめてくれ。俺もよく考えなしだとか、能天気すぎるとか、ジャミルに言われるけどさ、落ち込んでも、食って寝て踊れば、すぐになんとかなるさって忘れちまえる。それは俺のいいところだって、自分で思う。だからさ、ダメに感じるところにも、いいことはあるっていうか、うまく言えねえけど。そうか。そういうことか。ありがとうございます。アジム先輩、ハント先輩。僕、少しだけ見えた気がします。そりゃよかった。最後に一つ質問いいでしょうか。ウィ、私たちで答えられるなら何なりと。この学園で、あれを借りられるところを知りませんか？あれ？